今回は、アセンブリーワークベンチの中より、距離ジョイントを作成、直角ジョイントを作成、平行ジョイントを作成、角度ジョイントを作成のコマンドについて説明していきます。最初に用意された部品を使用して、小さなクレーンを作っていきます。使用する部品は、このように台、ピン、アーム、重りより構成されます。組み立てを行うドキュメントは、アセンブリー0404を使用して行います。それではアセンブリーワークベンチに切り替えて、アセンブリーを作成していきます。そして、コンポーネントを追加します。最初に台を追加し、位置を固定します。次はピンを3本。そして、アームを2本。最後に重りを1個追加します。これで OK して、コンポーネント追加を終了します。このような形でコンポーネントが追加されました。少し見にくいので、整理しておきましょう。アームは変換して移動します。それでは、台にピンを固定ジョイントで結合しましょう。最初にアセンブリーオブジェクトを右クリックし、アクティブオブジェクトとします。こちらの台座の穴にピンをはめていきます。最初に固定ジョイントボタンをクリックします。そして、ピンのエッジと穴のエッジを選択すると、このように結合します。結合したらオフセットを調整しましょう。そして、アームをここに取り付けます。アームの取り付けは、回転ジョイントを使用します。回転ジョイントは、台に取り付けたピンの側面とアームのホールの面を選択します。このような形でアームを取り付けたら OK して終了します。次はこのアームにピンを固定ジョイントで取り付けましょう。ピンのエッジと穴のエッジを選択し取り付けたら、オフセットを調整します。次はこちらのアームをこのピンに結合します。回転ジョイントボタンを押して、設定画面が開いたらピンの側面とアームの穴の面を選択します。このように、結合されたら OK で、この画面を閉じます。次に、重りを吊り下げるためのピンをアームに固定します。固定ジョイントを作成ボタンを押してピンを取り付けます。あとは、オフセットを調整して OK で、この画面を閉じましょう。最後にこの重りをアームのピンに回転ジョイントで取り付けます。設定画面が開いたら、ピンの側面と重りのリングの内側をクリックします。そして、オフセットを調整し、OK でこの画面を閉じましょう。これでクレーンの組み立てが終わりました。このようにアームを移動すると、ジョイントが機能していることがわかります。それでは、このモデルを使って距離ジョイントを作成コマンドを説明します。このボタンをクリックすると、このような設定画面が表示されます。ここで、2つのオブジェクトを選択すると、その間の距離が一定に保たれます。この例では、台のピンと重りのピンを選択します。今、距離は0となっていますが、ここで、値を調整してみましょう。このように、ピンの間の距離を調整することができます。この状態で、このジョイントを動かしてみましょう。
このように、設定されたオブジェクト間の距離を保ちながらアームを動かすことができます。これが距離ジョイントを作成コマンドです。それでは、キャンセルして、次の説明を行います。次は平行ジョイントを作成コマンドを説明します。このコマンドは、2つの選択された要素を平行に保つ機能があります。例えば、台のエッジとアームのエッジを選択します。するとこのように、台のエッジとアームが平行に保たれます。このように、アームを動かしても両者の関係は平行を保ったままとなります。これが平行ジョイントを作成コマンドです。次に、アームのエッジをリストより削除して、別の要素を選択してみましょう。今度は、重りの縦軸を選択してみます。すると、このように台のエッジと重りを平行に保つことができます。これが平行ジョイントを作成コマンドです。それではキャンセルして、次のコマンドを説明します。次は直角ジョイントを作成コマンドです。このコマンドは、選択された2つの要素を直角に保つものです。例えば、台の上面のエッジとアームのエッジを選択します。すると、このように両者の関係は直角となります。同じように、アームのエッジを削除して、重りの縦軸を選択してみましょう。すると、このように重りにあたかも重力が働いたように作用します。これが直角ジョイントを作成コマンドです。最後に、角度ジョイントを作成コマンドについて説明します。このコマンドは、2つの要素を一定角度に保つためのものですが、現在のところ、うまく機能していないようです。2つのエッジを選択すると、設定した角度となりますが、角度を変えても画面に反映されません。この機能については、更新を待って使用したいと思います。以上で、距離、平行、直角、角度ジョイントの作成コマンドの説明を終わります。